春の光が白身の山々を優しく照らし出す。人口100人ほどのこの小さな集落では約50世帯が寄り添うように暮らしている。村にはたった1軒の商店があり、まとめ買いのために麓の町へ下るには車で40分を要する。けれどこの場所には都会にはないかけがえのないものがある。温厚な気候、豊かな自然、そして何よりも人々の優しさ。そんな白身での風景をご覧いただきたい。先日大好きなかもめ食堂を見てすっかり影響された私。よって今日はおにぎりを握り、シナモンロールを焼き、映画の世界を追体験。日々の小さな幸せを一緒に見つけていきましょう。朝の光がキッチンを静かに満たす。久々に映画かもめ食堂を見て、あのコーヒーの香りに包まれたくなった。ケトルから立ち上る湯気。エチオピア産の浅煎り豆の豊かな香り。今日は少し贅沢にドリップで丁寧に入れてみよう。コピールワック。映画の幸絵のように私もおまじないを唱えながらゆっくりと湯を落としていく。コーヒーが滴るたび部屋中に芳醇な香りが広がる。カップに注がれた琥珀色の液体。最後に柚子茶をほんの少し。これが柚子屋流の隠し味。縁側に腰を下ろし、お気に入りの本を開く。朝日を浴びながらゆっくりとコーヒーを味わう。この静かで穏やかな時間が白身での暮らしの醍醐味である。かもめ食堂のメインメニューはおにぎり。日本とフィンランド、遠く離れた2つの文化を結ぶシンプルながらも奥深い一品。今日は白身の恵みをたっぷり使って柚子屋流にアレンジしてみよう。米を洗う。お米は東村産を使用。東村のお米は1000年先も続く自給自足の村にするため栽培がされている貴重なお米である。ふっくらと炊き上がったご飯は噛むほどに甘みが広がる。柚子塩を少し入れた米を炊飯器で炊く。今回使用する柚子塩は神楽の里の商品である。太陽の恵みをたっぷり浴びた完熟柚子の皮とこだわりの塩をブレンドした風味豊かな調味料。おにぎりの具は3つ。1つ目は新鮮な塩鮭。網の上でじっくりと焼き上げることで香ばしさが際立つ。2つ目は柚子胡椒しいたけ。甘辛く煮詰められたしいたけに柚子胡椒のピリッとした辛さと香りが食欲をそそる。3つ目は神楽の里の梅干し。丁寧に手作業で漬け込まれた昔ながらのしょっぱい梅干し。その鮮やかな赤色が食欲をそそる。塩鮭を網で焼く。映画のシーンがふと脳裏によぎる。幸恵が例えばイタリアといえばピザとパスタですよね。で、ドイツといえばソーセージ。となるとフィンランドは緑が答える。
サーモンズ。続いて幸恵が、さて、朝一番、白いご飯と一緒に食べたい焼き魚といえば？緑が、鮭と答える。だから幸恵はフィンランドで店を出したというこじつけを緑に説明しているシーンだ。米が炊けたらおひつに移し一つずつおにぎりを握る。手に水をつけ塩をこすり、手のひらにご飯を広げ具材を乗せていく。まずは塩鮭を握る。塩がしっかり効いた銀鮭を最近スーパーで見かけない気がするけれど、これは私が住んでいる宮崎独特のものなのか。皆さんの地域ではどうですか？次に梅干しを具におにぎりを握る。梅干しは神楽の里の梅のしそ漬けを使用。パートのおばちゃんたちが丁寧に手仕事で作ったしょっぱい昔ながらの梅干し。梅干しはクエン酸が豊富で疲労回復効果や食欲増進効果が期待できる。また殺菌作用や整腸作用もあり、日本の食卓には欠かせない存在である。最後に柚子胡椒しいたけを具におにぎりを握る。柚子胡椒しいたけは神楽の里の柚子胡椒としいたけを甘辛く煮詰めた佃煮である。柚子胡椒のピリッとした辛さと柚子の香りがアクセントになってご飯が進む一品である。映画の中で緑が幸恵のお店を盛り上げようといろいろなアイデアを出していた。その中でもおにぎりの具のアイデアは衝撃的だった。フィンランドの人に合うようにとトナカイ肉、ニシン、ザリガニ。結果はともあれ、緑の気持ちが幸恵の心を動かし、お店が前に進むきっかけになった大好きなシーンである。おにぎりが完成し、いざ実食。いただきます。かもめ食堂でおにぎりを頬張る人々は皆笑顔であふれていた。おにぎりは握る人の心が味に出るという。白身の自然に感謝しながら心を込めて握ったおにぎりは格別だった。みどりさん、明日シナモンロールを焼きましょうか。その一言から始まるシナモンロール作り。かもめ食堂にお客さんが増えるきっかけとなったのがシナモンロール。幸恵がみどりにそう声をかけるシーン。このシーンはかもめ食堂の未来を動かすターニングポイントになっていて印象的なシーンだ。シナモンロールはゆずや流にアレンジ。ゆず皮の粉、ゆずかおりちゃんを生地に練り込んでゆずシナモンロールにする。ゆずかおりちゃんはゆずの皮を乾燥させて粉にしたもので、今回のようにパン作りに使ったり料理に振りかけたりと使い方は無限。生地作りはホームベーカリーを使用する。材料をケースに投入。神楽の里では柚子を栽培から加工、販売まで一貫して行っている。柚子の皮にはビタミン C が豊富に含まれている。ビタミン C はコラーゲンの生成を助けたり抗酸化作用があり、美肌効果や免疫向上効果が期待できる。パンケースに材料を入れ終わったらパン生地コースを選択しスタートする。
地が出来上がったらホームベーカリーから取り出し成形の作業に入る。生地を綿棒で長方形に伸ばす。フィリング用のバターを塗り、シナモンシュガーを全体に振りかける。シナモンはその独特の香りと風味から世界中で愛されているスパイスである。シナモンロールだけではなく、アップルパイやチャイなどさまざまな料理やお菓子に使われている。シナモンには体を温めたり血行を促進したりする効果がある。シナモンに含まれるシンナムアルデヒドという成分には抗菌作用や抗酸化作用があり、風邪予防やアンチエイジング効果が期待できる。生地を手前から奥に向かって巻き込み、巻き終わりをしっかりと閉じる。巻き終わりを下にして10センチ幅ぐらいに切り分ける。ここからがポイント。かもめ食堂の幸恵に倣って小指で生地の真ん中を軽く押してくぼみをつける。かもめ食堂のシナモンロールって言ったらこれですよね。オーブンシートを敷いた天板に並べ約30分二次発酵させる。二次発酵が終わった生地にハケで卵黄を塗り、パールシュガーを散らす。180度のオーブンで焼き色がつくまで焼く。オーブンから漂う甘い香り。早く焼き上がらないかとワクワクする。焼き上がったシナモンロールはなんともかぐわしく部屋中に広がり、まるでそこがかもめ食堂になったかのように心が温かく満たされていくのを感じる。抗えぬ香りに誘われ2つに割る。それは禁断の味見という名の小さな罪。映画の中でシナモンロールの焼きたての香りに誘われるようにお店に入ったご婦人3人組。当然のようにシナモンロールとコーヒーを注文。私もコーヒーを入れてゆっくりとシナモンロールを堪能することにしよう。今日は少し贅沢にバリ島のスペシャリティコーヒーを用意した。濃縮感のある果蜜のような甘み、いったナッツのような苦み、チョコレートのような香味がシナモンロールに合うはずだ。コッピードワーク。再びおまじないを唱えながら丁寧にドリップしていく。立ち込める香りに心が躍る。映画の中でお店の前を通りながらいつも中の様子を伺っていたご婦人3人組。小さい日本人がやっているカフェだからでしょうか、なかなか入る勇気が出なかったです。でも幸恵が焼いたシナモンロールの香りに誘われてついにご来店。このシーンがかもめ食堂のターニングポイントだった。
シナモンと柚子の香りが絶妙にマッチした柚子シナモンロール。甘くてスパイシーなシナモンロールとほろ苦いコーヒーの組み合わせはまさに魔性の味。かもめ食堂の温かい雰囲気を白身の恵みで再現してみました。この場所で映画のように人と人がつながる心温まる食卓を作っていきたい。白身は都会の喧騒から離れ、ゆっくりと時間が流れる場所。自然の美しさ、人々の温かさ、そして美味しい食卓。この場所で暮らす喜びをこれからも動画を通して伝えていきたいと思っています。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは皆様、またいらしてくださいね。次回の動画までごきげんよう。